皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、超有料級波動を思い通りに高くして開運する方法ということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは自分のスピリチュアルをですね、よりよく理解していって自分の直感力を高めて人生に起こるミラクルを引き寄せる、そんなコツがわかります。そういうものに興味があれば最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、波動っていうのはよく聞くと思うんですが、これはどういうものかっていうと、この波の動くと書きまして、振動のことなんですね。僕たちの周りにはエネルギーとかそういうものが振動として、いろいろ存在して、または影響し合っているということなんですが、スピリチュアルで言うと、わかりやすく言うと、これがエネルギーなんですね。で、この波動と言われるエネルギーはですね、人間が放つだけではなくって、自然、または石とかですね、木とか、そういうものも、波動を放っていますし、また物、皆さんが持っているような本とかボールペンとかそういうものにもやっぱり波動があったりするわけなんですね。ちょっと変わったところでは、自分が出すエネルギーというのもあるんですよ。例えば祈ってですね、こうなる、ああなる、ああなるとか言ってこう思ったり、あの人が私のこと好きになるとかって思ったりしますよね。やっぱこういうものもエネルギー、そして波動としてその相手に伝わっていったりするということが起こっているというわけなんですね。で、この波動の中にはですね、高いと言われるものと低いと言われるものがあり、そういう質があったりするわけなんです。で、やっぱり高い方が質が良いとされていて、スピリチュアルの世界で言うとですね、道歩いてると、そこにいるようなお化けばっかりが見えるんですっていうような人いますよね。そういう人っていうのは、そのちょっと低めの波動の例ばっかりが見えてるので、その時っていうのは自分が波動が低くなっていたりするわけなんですね。反対に神様と呼ばれるようなエネルギーとですね、やっぱりつながる人っていうのは自分もその波動がかなり高めだったりするわけです。ね。だからそれで同じ波動同士が結び合ったりするということなんですね。こういうふうにですね、波動には波動の法則っていうものがあるんです。これは波動が同じ波長のもの同士で引き合ったりするっていうことなんですよ。ね、だから自分の波動を高くするっていうことを心がけておくとですね、高いものが自然ともう自分の波動を高くしておくだけで自然と勝手に高いものが寄ってきて、そして自分がラッキーだなと思うこととか、運がいいなと思うようなことが起こって開運につながるということなんですね。皆さんここに行きたいと思うわけなんですよ。だからぜひ波動を高くしてほしいと思うんですね。で、ここで注意なんですが、さっきから波動が高いって言ってますけど、これはですね、実は見た目とかじゃないんですよね。例えば、すごく有名な人とか、すごく成功している人、お金を持っている人、でっかい家に住んでるとか、そういう人が波動が高いって皆さん思いがちなんですけど、これは全然関係ないんですよね。本当の波動が高いっていうのは、その人の持っているエネルギーの強さ、高さ、低さなんです。ね、だから、例えば有名人とかさ、成功した人でも、すごく実際はアンハッピー不幸せだったりさ、ギスギスしてる人とか、人に優しくない人とかいるじゃん。そういう人っていうのは、見た目はすごいって言われても、波動がすごく低かったりするわけなんですね。はい。ということで今日は、超有料級波動を思い通りに高くして開運する方法ということで、3つの方法を紹介していきたいと思います。そしてですね、この3つの方法を紹介した後に、最後、めちゃくちゃ大事なことをお伝えしたいと思います。これは何かというと、皆さんね、波動を上げるためにいろんな方法があってですね、それをやってみて、うまくいかないなと思う人たくさんいらっしゃると思うんですね。この波動を上げるのにいろいろやるんだけども、失敗してしまう人っていうのは実はポイントがあるわけなんですね。今日はこの3つを紹介してから、そのポイントをお話ししたいと思うので、楽しみに、そして最後まで見ていただきたいと思います。まず1つ目。1つ目はですね、パワースポットに行くです。やっぱりこのパワースポットに行くっていうのはですね、エネルギーが行くだけで自分のエネルギーも良くなって波動も高くなるということになるわけなんですね。おすすめはですね、神社です。特に大きめの、よくみんなが行くような神社、有名な神社っていう感じですかね。なぜかっていうと、大きな神社っていうのは、すごく僕たちの目に見えないところでですね、すごく結界を張ったりするわけなんです。だから伊勢神宮とかもすごくその結界を張ってエネルギーを良くするということにすごく
たくさんのいろんなことをやってくれてるわけなんですね。だからそこに行くだけで僕たちの波動も上がってくるわけです。また、自然のあるところもいいです。自然っていうのはですね、人間がそこに入って一体化するとですね、本来の人間の持っている良いエネルギーがわーっと復活してくるような、そんなエネルギーを持たせてくれたりする。そして波動が高くなっていくということなんですね。はい。ですからぜひパワースポットに行っていただきたいと思います。そして二つ目は瞑想をするです。この波動を高めるにはですね、瞑想がとても効果的なんですね。これはどういうことかっていうと、瞑想をするっていうことはすごくいろんなことができるわけなんですけども、例えば集中力を高めるっていうこともできますし、また自分をしっかり見つめて内観するって言いますけども、自分自身をよーく見てですね、自分ね、何が必要か、何がするといいか、何をしたいのか、そういうようなことを分かっていくとですね、この自分軸っていうのがしっかりしてくるわけですね。そういうものにも使います。また瞑想でですね、自分のエネルギーを浄化したり、またはエネルギーを強くしたり、波動を高めにするっていうことも実は瞑想でできたりするわけなんですね。はい。ですからこの瞑想っていうのは実はたくさんのことができるわけです。だからこの波動を高めたいと思う。ね、瞑想って簡単にできるじゃないですか。例えば家に座ってたり、ちょっと電車に長めに乗るっていう座りながらですね、瞑想もできます。そういう瞑想で波動を高めるっていうことを皆さんにぜひやってみていただきたいと思うわけです。そして三つ目は誰かのために愛のエネルギーを使うっていうことです。これはね、自分のエネルギーを得意なことなどで誰かのために使うといいということですね。こういうことをすると自分の波動をどんどん高めていくことができるわけなんですね。で、例えばそれは大きなことじゃなくていいんですよ。掃除がすごく好きな人だったら、掃除をする仕事とかをやる。そういうことによってですね、なんか綺麗に物を、建物とか、施設を使ったりしてみんなが気持ちいいなと思える。これも誰かのためになってますし、または歌が上手い人っていうのは、そう歌を歌ってですね、みんなを癒してあげるということもできると思うんですね。こういうふうにですね、自分の得意というもの、または好きなもの、そういうものを使ってですね、誰かを小さなことでもいいんです。役に立つ。ね、愛のエネルギーを送って役に立つ。そういうことをやっていると、この波動が上がってくるということなんですね。はい。先ほどですね、お話もしましたが、私、波動の上げる方法をいろいろ見てやってみたんだけど、アキラさんなかなか上がらないし、なかなかいいこと起こんないよっていう人ってたくさんいらっしゃると思うんです。ここには落とし穴があってですね、波動を上げるときに今日お話しした3つのこともとてもその前に大切なことがあるんです。それはですね、波動を高めるには自分の心とか潜在意識の状態が大きく影響しているということを知っておいてくださいということなんですね。はい。ですから、誰かに言われた、ね、ここのスポット行くといいよとか、誰かがやってて、なんか知らないけど、これ人のためになるんだったらやってみようかなとかっていう感じで、誰かのためにその自分のエネルギーを使うということもあります。そういうものももちろんいいんですけども、なんか嫌だなとか、ちょっと違うなとか思ったりしながらやるとか、そこ違うんだけどなっていう思うパワースポットに行くのではなくって、自分の心が、ここ行きたいって言ってる、ここ来いって言われてる、私行きたいのここ大好きなんです。そういうような気持ちを持ってですね、自分の心、潜在意識がそれを欲してて、それをやりたい、楽しんでいるっていう状態で、今日の3つ、パワースポットに行く、または瞑想してそういうエネルギーを強くしていく。そして誰かのためにこの愛のエネルギーを使う場所もですね、自分が楽しい、自分がしたいと思うようなところで使っていくと波動がどんどん上がっていって開運につながっていくということなんです。はい。ですからこの波動を高めるには自分の心をよく見つめてですね、自分の心がやりたい、自分の心がそうやって楽しんでいる、そういうところで使って、そういうことをやることで波動を高めていくということをやってみてください。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん僕の2冊目の本。
直感ミラクルでございます。これはですね、自分の魂とつながって、そこから来るメッセージ、直感というものに従って動いていると人生が大きく変わってきますよということなんですが、これもやっぱりこの波動を上げていることで、どんどん直感というのは上がっていくということにもつながるわけなんですね。はい。ぜひ波動を高めてですね、直感を高めて、皆さん、自分に、人生にミラクルをどんどん起こしていっていただきたいと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかしら。それではまたお会いしましょう。さよなら。